映画とは一体何だと、この映画の美しさ、映画の力っていうのは一体何なのかと。でこう、映画っていうものをね、こうなんとかしてとっ捕まえようとしてるわけですよね。一本の写真でね。でも数箇所ね、ここは映画になったっていうところがあって、まだね全面的にはそうはいかないところがあるんですよね。ただその手探りでね、これはここは映画になったなと思ったり、それが一体理論的にどうだって言われるとね、その大体論理的な頭じゃないからうまく説明できないけど、なんかこう背筋がさっと寒くなるようなとこがありますよね。その完全に映画になったとこは。だからそれを何とかしてと捕まえようと思ってるわけですけどね。君は鬼か？そうかもしれねえ。だがこれでも昔は人間だったんだ。人間なんだけどさ、あんまりいわゆる鬼っていうあれじゃない、もう少し人間らしくしてよくできてるけどさ、いわゆるできすぎちゃったんだよね。もっと人間らしくして、だからむしろこれもっと取っちゃおうか。ね。聞こえるかい？夕方になると直手の鬼どもが鳴くんだよ。生えた角がガンの腫れ物のように痛むんだ。早く死んでしまいたいと思うほど痛むんだ。見せて、鬼が鳴いてるとこ。
出てくんじゃありませんよ。日が差しているのに雨が降る。こんな日にはきっと狐の余命になるのよ。狐はね、それを見られるのをとても嫌がるの。見たりすると怖いことになりますよ。いや、僕移動車しか木ギリギリでいいですよ。どうした？熱ある？いや、熱はないんですけど、昨日医者行ってたんですけど、熱はないんですけど、ちょっと喉が、咳がまだ。はい、どうぞ。っていうのはないよね。田中さん、2台ともですか？だけじゃなくて、こうなったり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 。じゃあ本番。はい、本番。いいかい？はい、はい、肩ぶつかったやつも気をつけてやってよ。雨も用意して。はい。スモーク切れるよ。カットカット。ダメだよ。カットカット。スモーク切らさない。少なくなっちゃうよ。これ上がりすぎたね。下がるさ、もうちょいこっち。もっと前に。そんなないんじゃダメだよ。あんなんだな。もっと多いやつ。そこで炊いてりゃいいんだよ。ストップ。あっち行っちゃダメだって言うのに。火が入っちゃったろ今。事件を見て、太陽。どこ？どう？切れた。切れた？うん。はい、行きます。本番。スモーク。よーい。はい。雨。スモーク。スモーク切れないようにね。雨。これももうちょっとこっちでもいいんだよね。とてもよくなった顔は。ライトの色かな。ここの方ね、原君ここらで行けるんだ。はい、じゃあ行こう。はい、いいよ。濡らし OK。濡らし止めて。あおちゃんいいね。あおちゃん位置決まった。はい、じゃあ奥のスモークからいって。はい、スモーク。ゆっくりゆっくり。あんまり来んなよ。ゆっくり走るなって。ゆっくり歩いてってね。風の方向よく考えて。太陽の方どうですか？
ちょっとほらスモーク止めて。はいスモーク止めてください。ドライアイス持ってます。はいドライアイス止めてください。今の間に人物を隠すのちょっとやってみますか。思っちゃうかな。ちゃんの責任割と大会に出ないとダメだね。長いからね。どういうふうに説明するか。じゃあ3引く1万引く1億引く1兆引く2系。1個から1系それからはい、スモーク。はい手前のスモーク。はい手前のスモーク。ドライアイス。もう少し手前濃く。手前国手前国川合さんのところ人物が隠れない奥のやつを手前に合わせてダブルにした方がいいよ。出して。そんなそばでやったらダメだよ。それで逃げないとほら。ほら。天気どうですか。どうしてスモーク。天気どう。スモーク上が切れちゃう。天気ダメ。天気ダメ。スモーク高く。天気ダメ。天気どうですか。スモークもっと言っとけよ。はい。こうやったらこう、こうやったらこうってちょっとほらスモーク止めて。一回止めて。ちょっとこっち来てみて。早いのかな。上の雲と下の雲の動きが違う。二重になってるんです。下の雲はこうなんですよ。上の雲はこうなんですよ。全然あの一つ知らないじいちゃんやワンちゃんやはい3枚。はいじゃあ後ろのスモーク体験。じゃあはい子供のスタンドにしちゃったい。まだよ。はい本番。本番。はい3枚。雨。はい手前のスモーク。よーい。スタート。出しすぎだ。はい、抑えた。手前のスモーク抑えた。手前のスモーク抑えて。
これ目立ちすぎない？目立つんですよね。この赤が少しあれなんじゃない？ちょっと強いですよね。強いっていうかさ、あんまり赤なんだよね。ピンク系のもの。それが人間に化けるのわけないかもしれないけど、人間の普通に化けるの大変だよ。よかったんじゃない？ねえ。こっちに振る代わりはダブりましたけど。でもあとはとてもいいかも。 B どうですか？ B は OK、はい、C は OK、はい、転がって OK。 坊やはあったかい服してて、はい、今日は坊や無理かもしれないね、もう。だから坊やは帰るといい。お前は見たね。見てはいけないものを見た。そんな子はうちには入れられません。さっき狐が来て怒っていたよ。そしてこれを置いていった。腹を切って謝れと言うんでしょう。さあ早く狐のところへ行って謝っておいで。本当に死ぬ気になって謝らなければダメよ。さあ早くお行き。狐が許してくれない限りお前をこの家に入れるわけにはいかない。でも狐の家はどこだかわからない。わかりますよ。こんな天気の日にはきっと虹が出る。狐の家はその虹の下よ。俺僕が子供の時にいたうちとそっくりなんですけどね。これ小石川です。小石川のうちです。あれはちょっと違うんですけどね。あれ本当は門入ってこういう道がもう少し長くってね。でこっち側が2階になってて、庭はその門入った向こう側にあったんですよね。表札に黒沢とお付けになったのはかなり。いや私の話だからね。子供の時のなんて書くのって黒沢って書いてる僕はよく言うんだけど、その想像っていうのは記憶力だって、なんか記憶力が足場になってね、なんか考えていくわけでね。いろんな小説読んだりドストエフスキー読んだりトルストイ、そんなもののいろんなとこを覚えてて、それがある足がかりになってね、新しいものが生まれてくるわけだけども、音なんかでもこれちょっと35ミリにこの音してくれっつってすぐ編集でつけるんだけどね、たくさんあるわけでしょ。レコードもあるしコンパクトディスクも。でそれ中からね、あそこってその記憶力が
みんなびっくりしてるんですよね、パッと見つけるから僕は。馬の位置がね、もうちょっと前だな。もうちょい前。もうちょい前。もうちょい前だな。もうちょい前。もうちょい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 前。あそこ。俺水はこのぐらいの青さでいい。もうちょっと行ってきましょうか。もうちょっと行こう。ほんま。空が近いからどうして青くならない。もうちょっと水を。入れなきゃダメだ。青いの。色が出てる。もう少し向こうからやらないと、こっちの波紋立つけどもさ、肝心なとこに立たないんで、だから波紋を石を崩すとこもう少し向こうでやって。今のでちょっとやってみて、今ので。今のちょっと大きくやってみて。そこへ音だけ入ってら分かんなくなっちゃうんだよ。そこへ入ってる限り決まらないんだよ。あら。今音ちゃんの前なくなっちゃった。あそこはね、すごいんだけどね。これになら。じゃあ天気を待ちます。そのまんま来りゃいいわ。もんちゃんに言って女の人たちトイレ大事。What is that for the movie? その天気が悪かった熊田さんのせいだって言ってちゃんと引くけど。だから10時までは確かに10時だったら次やったよ。なんか届けが足んなかった。Hola. Hola. Hola is Spanish, no? Why do you say hola? It's French also. Hola. Japanese also. Hola. Spanish hola is hello. Hola. 大豪雨かなんか来たらまた塗り直そう。この間ね、全部落ちちゃった。でもあの時雷がすごかったですからね。こっちでビカビカ鳴ってたよ、うちから見てたら。あっちは豪雨だ。ボンジュール。もう帰るの？もう帰ない、もう帰ない。Bonjour. ボンジュール。タメさん落ちるぞ。タメさムシュー。Monsieur. ムシューバンド。 Monsieur. ムシュー。Monsieur. Monsieur. 太陽のところに来るまで随分あるよ。飯食ってたらいいかもね。今まだ届いてないんで届き次第それ行っちゃいます。みんなも自然にさ、話から自然に見てるんですよ。ちょっと危ないかな。用意スタートで乗って誰か洗濯始めてよ。少しこう波紋が出てる。はい。はいどうぞ。よーい。スタート。
Bonjour. Savez-vous où habite Monsieur Van Gogh? Si c'est lui que vous cherchez, il a passé le pont tout à l'heure. Il est allé par là-bas. Merci. Monsieur, prenez garde. Il vient juste de sortir de l'asile des fous.最初いろいろ前のやつ。いやその前のあるそこに。じゃあもうちょっとあれ。でも何でもいいわ。植木なんだろう。真ん中のグリーンがね、畳んで人物が、それともこの上にもう少し軽くシャーッとかけちゃおう。何を大体この感じでいいんじゃないかな。この調子です。もうちょっとやってよ。今だとちょっとほら使ってないんだよね。もうちょっと手前ぐらいね。はいはい。センターした人なんですか。もうちょい逆に言うとな、右はライトもうちょい前やって、それでホイールとなんだっけ、上手のとこにあっちゃイギリスにいた。それでちょっとバラシ絞りやってよ。これちょうど感じ。あれ、ちょっと待って、戻して。はい。これ入ってる黄色い。これでイエロー入れてください。212。2枚。1枚。でね、私は真ん中の黒いやつ。あれですね。あれ紫。あ、いいですよ、はい。上手の高い、なんだっけ。俺の裏側に5キロ行ってくれるか、足付きで。ちょっとルーカスに見せたいからさ、なんだったらちょっと来ててもいいよ。ルーカスさんです。割とうまくいってますけど、それ。それは本当のね、ゴッホの絵を写してその中を歩かして。まあ見てね、ご意見が。はい。行きましょうか。はい、本番。よーい。さあ。
OK ね。はい、OK、お疲れ。はい、お疲れ様でした。午前中で終わっちゃった。Memorized the script while I was shooting my other film. I repeated it in the trailer up and down in between takes. I'm serious. I was so nervous about not knowing the lines, and I tricked myself in the morning sometimes and forced myself to recite it when I wake up. I was extremely honored, and I had to find a way to really do this somehow. And it was a little difficult for a while because I went over schedule on my film. I finished the day before I got on the plane. I finished. It was something that.それとね、視界がしにくいんでね、ここだけ一つ置いてください。はい、どうぞこっちでご覧になってください。で、軽くやってみましょうか。動きがあるからこういう具合に変わっていくわけです。It's the sense of the scene, the emotion of it, and to sustain that in one take. I just found it at first extremely. So little time left for me to paint. Are you all right? You appear to be injured. Yesterday I was trying to complete a self-portrait. I just couldn't get the ear right, so I cut it off and threw it away. The sun. It compels me to paint. Can't stand here wasting my time talking to you. What's your total matter of that? 次はそれ帽子をかぶったはいはいはいマシを貼ってよはいはいその時の格好それが最初こうなんですはい本番はいよしかねさあ Vous êtes Vincent Van Gogh, n'est-ce pas? Why aren't you painting? To me, this scene is beyond belief. A scene that looks like a painting does not make a painting. If you take the time and look closely, all of nature has its own beauty. And when that natural beauty is there, I just lose myself in it. And then, as if it's in a dream, the scene just paints itself for me. Yes, I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me complete. But it's so difficult to hold it inside. Then, what do you do? I work, I slave, I drive myself like a locomotive.
撮影さん早くして。じゃあ本番。本番。はい本番。よーいスタート。黒沢さんの映画を通じて非常に音楽の使い方が素晴らしいと思うんですけれども、黒沢さんご自身は音楽、例えば小学校の頃の音楽の成績というふうなものはどうだったんですか？全然僕はダメですよ、音痴だし、その好きだけども、まあ小学校の時はよく歌っていうと僕が歌わせられてたけどね、代表で、だけど別に音楽の素養があるわけじゃないしね、ただ音楽はすごく好きですからね、よく聴いてるし、まあとても聴いてる方でしょうね。今度たまたまこの夢の場合はね、ずっと制作の過程からお付き合いをさせていただいたので、非常に興味深く面白かったのは最初のいわゆる編集ラッシュ試写の時に選曲でクラシックの音楽がついてますよね。それで完成版ではまあそのイメージからさらに発展したものを池部さんがお書きになってるわけですけれども、ショパンの「雨だれ」はそのまま生きてますね、ゴッホのシーンで。あれはつまり変更不可能だったんですか、それとも雨だれに変更不可能なんですよね、あれ。あれはね、アブルガンスのラルーっていう車輪っていう写真なんだけど、鉄路の白から、これは素晴らしい写真なんだけど、それがこう機関士の話なんですけどね、絶えずその機関士の運命だとか心理とかっていうと描写の時に機関車が出てくるんですよ、車輪が出てきたり、それにねアベルガンスがその伴奏音楽として雨だれつけてきてるわけで、その白バララルーで映画ってのはいいもんだなと僕は18ぐらいの時ですか、思って映画に魅力を感じて、それがねあそこで出てきたわけね。だからね切り離せないんですよ。お若い頃はつまり画家を志してらっしゃって、それがつまり映画界にお入りになったというきっかけというのはどういうことだったんですか？それはね、やっぱり絵描きじゃとっても食っていけない、というのと、それからやっぱりね、絵ではとっても自分が考えてることが言い切れないんですよね。なんかもっと世の中にいろんな話したいこともあるしね、それ絵だけじゃねとっても、っていう気持ちがありましたね。もうちょっと向こう向いてみてください、真横。大丈夫だ。もう少しでこのルンジャを抜ける。
手でねこう伸ばすだけその綱を握ってて、それで話のバランスっていうのはとっても難しいのでね、ちゃんと順番を間違えたらね、なんか縁は今回乗るから、ね、あんま手でもないですよ、今のところ。ちょっと半掛けで。あれ違う。雪は暖かい、氷は熱い。あっけなかったですもっとやりたい半年メイクテストに通って3日で終わってしまったので寂しいというか物足りない。今水車のある村にエキストラで出演させていただきますので本当おんぶして子供おんぶしてエキストラ行っちゃうの。カメラをこういろんな具合に使ってね、どうのって被写体をまず作れっていうわけですよ。被写体が良くなきゃね、だから被写体っていうのは何も凝った衣装とかなんとかそういうことばっかりじゃないんですよ。俳優の演技なりなんなりがね、ちゃんとしたこう芝居がちゃんともうそれを撮るから初めて良くなるんでね、ところがある人はね、やたらにこうカットをたくさん割って、こうやるでしょ、あれはでは映画ってのは僕は捕まらないと、映画が捕まらない、ランでもって楓の方がね兜持ってきて、最後次郎の喉切るでしょ、であれワンカットですけどね、あれ3ヶ月ぐらい稽古したかな、毎日、で最初が15分ぐらい経ったやつが9分何十秒ぐらいになるよ。それはすごい凝縮ですね。毎日ですよ、その稽古。このセットはあれですか、黒沢さんの秋田のうちに似せて作ったの。まだ本当だ2つか3つぐらい桃の花が咲いて
それは空想ですか。空想ですね。もう姉さんに遊んでもらったおひな祭りっていうのは一番先に亡くなった桃代っていう桃の大工、その姉さんがよくあそこで兄が遊んでたんです。あそこはその時と同じです。そうですね。私の演じている少年は黒沢さんの少年時代に似てます。似てますね。そんでまあ着せてるものはほとんど同じものです。自分の少年時代を演出してるという。そうですね。演出してるというか再現してるんですかね。子供は実によく分かってんですよ。子供はその一口に言うと子供扱いしたらダメね。なるほど。もう対等の人間として話をするんですよ。黒沢さんが納得するまでお芝居ができるように心がけてきました。もうあなたのセリフは全部頭の中に入ってますか？はい。もっとピカピカにしようか。全部でこの作品作ってんだからさ、例えば床が光ってるって言ったらもう全部磨いてるわけね。それでいいと思うんですよ、映画っていうのは。みんなで作るんだとこれは。本田はね、本田木目の神ってあだ名がついて、セットができてくるでしょ。とね、木目をこう描いてんだよね。そのでさ、何かって言えば映るところで本田木目の神っていうあだ名がついてるけど、でもね、そういう具合にみんな一生懸命だったんですよ。どんな写真でも本当に映画が好きじゃないとダメだね。で打ち込んでないと。ダメだ。それなるの？なる。ちょっと避けて。いやでもある程度音聞こえてていいんだけどね。手すりの音を後で足したいんですけども。はいはい。よーい。スタート。はい。お疲れ様でした。どうも。いかがですか？名調子です。子供たちはとてもよくやって。黒沢さんのご自身の少年時代にそっくりですか？彼は。まあそっくりはよく覚えてないけどね。あんなもんでしょう。もう一度戻してください。はい、そこです。それ以上。はい。よーい、はい。あんたまた熱出したのね。はい、ちょっといっぺんこっちを覗いてごらん。こっち行ってね。こっち行くでしょ。でその時こう行った時はいないんだよ。でこっちへこう来た時こっち見たいんだよ。だからその時キャメラ少しこっち行きたいんだよね。こっちに回っていっぺん見てやって弟。本当にびっくりしてごく自然でいいよ。みんな硬いよまだ。よーい、はい。変なこと言わないで。こっちへ、そういう具合にね、こっち向いて立ってて。はい。6人じゃなかったの？さっき6人いたよ。だからお団子を3つ持ってきたんだ。お団子の方見て、お膳の方見て。私とね、私でこういったじゃあそれは無理ですね。ちょっと6人じゃなかったの。
言うとその時座って姉さんと話したの。だから向こうをむしろ見ないででそれを開けて見せる、こっちにむしろ視線があるぐらいにしてさ。これ来ましたね。うん、今まではこうなりましたね。こう開けましたね。ここまで来ない。いや、それは行くんだよ。最初は行くんだよ。最初は行って、今度はこれを開けるときに、向こう見ないでこう。むしろ。見ました。見た。それなんで、やっぱりいたよ。こっち行きながら、こっち行きながら、ここ見ない。いやいや、そうじゃない。あのね、難しいんだよ、ここは。なんだよ。いや、これ、傷んだやつがあってるのに書いてる。これ、上がってさ、これより、あの子誰？やっぱりいるよ。誰が？知らない子だけど。何言ってんの？誰もいないじゃない。いたんだよ、あそこに。すごい冒険なんだよ、この撮り方はね。実際には見えてるんだけど、それがライティングでさ、どのぐらい感じが出るかなんだけどね、こっちの人には見えないっていうのはさ、少し無理かね。無理かもしれないんだよね、このやり方は。ね、どうしても芸術としては。だからね、まあ本ではこう書いてあるんだけど、とってもこうはちょっと無理なんだよね。桃の線の切れるコース変えたんでね、今ライトの方向かっていくからね、影がずっと残っちゃう。だからちょっとはい、カチンコスタートです。はい。よーい。スタート。また。カメラ切る。はい、すみません。トラックに。はい、すみません。よーい。スタート。カットカット。そんな逃げ方ダメだよ。もっとゆっくり。何も慌てることないんで、ゆっくりそこの赤いところまで来ちまえよ。はい、わかりました。すごい、一泊ください。ちょっと守って出して。カチンコスタートです。はい。よーい。スタート。すごくやりにくいんだよ、そのカチンコ。カチンコですってやるのタイミングが全部狂っちゃうんだよ。一息で逃げてくれないと。はい。とりあえず僕は大きな声出すけど、お金がならないといけないと。これは癖なんだから。いいかい？はい。本番。よーい。スタート。やっぱりいるよ。誰が？知らない子だけど。誰もいないじゃない。いたんだよ、あそこに。はい。はい、もう一遍いきます。今のも取っといて。はい。落っことしちゃったら。いいよ、今のでいいけど。いるじゃない、あそこにっていうのもっと強く言って。なんか少し勘を立てて言ってよ。会社を起こったみたいに。そうじゃないと姉さんそば寄れないからね。時々ね、熱出してさ、変に甲高い声出したりするんだよね。僕がそうだったわ。じゃあもう一遍やってみよう。カチンコスタートです。はい。よーい。スタート。はい、姉さん。ありがとう。6人じゃなかったの？さっき6人いたよ。だからお団子を6つ持ってきたんだ。変なこと言わないでよ。いいからあんた向こう行ってなさい。やっぱりいるよ。誰が？知らない子だけど。誰もいないじゃない。
いたんだよあそこに。はい、OK だね。はい、2つやっててこれ。はい、どうもありがとう。はい、OK です。OK。いくつかやり方があるんですよね。本当にみんなが他の女の子を見ててその女の子にも見えない、男の子にも見えるっていうあれもあるでしょう。あの場合はこう本当にいたんですよね。でもこう開けた時は男の子こっち向いてる時はいないっていう、やっぱりねお客に見えてるものがね、その中にいる人に見えないっていう演出は難しいね。だからこの方がいいんじゃないかって言ってあれにしちゃったんだけど。大丈夫？お待ち。どこ行くの？出てっちゃダメよ。そうですか。はい、わかりました。はい、どうもすみません。ストールはない方いらっしゃいますか？お前に言いたいことがある。よくお聞き。私たちはもうお前の家へは行かない。なぜ？お前の家はこの桃畑の桃の木をみんな切ってしまった。ひな祭りは桃の節句というだろう。その桃の木を切り倒して何がひな祭りだ。この子を責めるのはよしましょう。この子は私たちが切られる時泣いてくれた。桃が食べられなくなるから泣いたんだ。違うよ。僕はここが好きだから。花の咲いたこの桃畑が好きだから。それが切られてもう見られなくなるのが悲しくて泣いたんだ。よし、分かった。この子はいい子だ。この子にもう一度この桃畑の花盛りを見せてやろう。今日終わったぜ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
その方がいいと思ったからストップモーションにしたんだけどね。いやバンしてるんですよカメラの。だから食事抜いて。これちょっと高くしてごらん。高く。ちょいね。それ乗っけてくれよ。下から上げよう。せーの。それで腕が曲がんなくなっちゃうんだ。ちょっと噛んでみてくれる？持ち噛まれるとちょっとつけるよりも歩いて汚れた方がってことだけど、あそこのところで犬がちょうど劣化してる。言ってるけどもね、本当は。何カットやで。こっちがこんなだとは思えないんですよ。さっきねちょっと見えたんだけどね。明るくなってきたからね。慌てて飛んできたんだけど、その飛んでるとこっち来たら途端にこうなんだよ。ここでしかし今まで待ってたら辛かったろ。寒くないかな。浅草四郎もここだったんだよ。で待ってたら急に風が吹き出してバーンと飛び出したわけ。あんな風吹かれちゃまた困る。分かんないんだよね、ここは。御殿場はもう随分分かってる。そもそも御殿場棚に来ますっていうのは何かあったんですか？いや、そうじゃなくて偶然記事入って途端に御殿場のロケ26の時から御殿場この左側の壁がセットなんですね。これ取っ払ってこっちへ出てくるんですよ。出口になるわけですね。向こう側は良くないんでね。今日の撮影はこれは理由は全くない方がいいんですか？そうですね。ね、見えてきたろ？いやいや、風が吹いてきたからね。犬の状態によってはこの寺尾君がこっちへ回ってもこっちに回ってもでこう回って犬は向こう向きますほんであるところでは犬は本当は止まりたいんですよね。ここで止まってるのかな。日本はこう寄って回りながらいいんですが、止めて回らせるようにはできるだけ教えてはいけない。いいんです。少し動いても構わない。近づいても構わない。これが要するにこの人物はこのトンネルの中に入ってさえすれば。寺尾さんに向けて私が犬を意識させます。もっと右へずーっと寄んないと。うわ。比べてみたんですけど、じゃあ分かるんですどうもありがとうございます。これを調べたんですけどね。どうしても大きく見える方がいい。
My name? Yes. My name is Vittorio. Vittorio. Vitto. Vitto. Vitto で。そこの少し光ってるとこあるでしょ。それでね、下下げて。現場の声で面白かったのは、黒沢さんご自身はご自分ではせっかちだとお思いになっているようですけれども、とてもよく待ってくれる監督だと。自分たちが完全にスタンバイができるまでじっと待ってくれる監督で、それが一番嬉しいという声が聞こえるんですが、本来がせっかちな黒沢さんがそれはね、よくね、会社が早く取れ早く取れって言ってね、成瀬さん、成瀬さんがさ、こうポツッと言ったんだけど、何言ってんだよって、一番早く撮りたいのは監督だよって、そうなんですよ、それは。でもここをやらなきゃ撮れないからね、粘ってるんで、そんな監督にはいろんなとこ不備のとこが見えるからやってるわけでしょ。っていう理屈はないぞ。もう2、30分待ってもらって、今3時で30分。とりあえず来ていて。雨降ってんですか？雨降ってるんですか？ちらっと来てる。いいですか。だから今日黙々金金土日郵便からって日曜日はお休み。そうなんです。あれね、逗子もね一緒に行っちゃいたいんだよ俺。断りたくないんだよね。だからじゃあそれを月曜日に。はい。闇取引みたい。さあじゃあ今日は諦めますか。ね。はい。どうもお疲れでした。お疲れ様。あ、それからね、制作部。気をつけろって自動車屋なんか最近ね、映画の事故が多すぎるでしょ。不注意なんだよみんな。だから帰りの道も、ここからだんだん凍ってくるからね。私というのは、つまり皆さんご自身ということですが、私を演じについて何か自然にやりなさいと一言言われたんで、台本読んで私という役、黒沢先生がお書きになって黒沢明という役っていうんじゃなくて私という役というふうな捕まえ方を一つし始めてからは非常に自然にいい気持ちでやれてます。はい。どうもお疲れ様です。おはようございます。おはようございます。今日は予定通り。ちょっとこれ今黒沢さんのところにちょっと電話しています。それ下絞るお湯が出てる。上から紐が汚れるのが嫌だな。あ、そうか。多いのかな。手がかじかんでます。俺ほら株持ってきてる。3000メーターくらい山登ってるんです。すごいね。
Are you enjoying now? Yes. Where did you come from? I come from Italy. For what? Assistant director, domestic minister. I came here also for that. Oh, I see. Have you seen some Oh, yes. beforehand? Yes. What kind of film? Well, almost all. Almost all in Italy. What film is popular in Italy? Yes. Yes. So what kind of film do you want to make? Like Kurosawa? Well, I would hope so. It is very difficult. It's very good.似合いますね。体験は当然ないけども。でもそんなこと言ってられないんだよね。これで本当に戦争してたんだよ。何を考えてます？結構つまんないことってことはないんだけども、必ず何か一つこう気になることが出てくるし、撮影してると最後のページまで全部知ってるわけだから、そういう気持ちで頭から入っていっちゃうことがあるんだ。昨日も黒田先生にそうじゃないっていう指摘を、結末まで自分で先に脚本読んでるから、どうしてもそっちの方に先に頭がこう考えがいっちゃってお芝居始めちゃうことも往々にしてあるし、一つ一つそう注意を受けながら確認して、そんな感じですね。はい、本日中止になりました。あれを少しずつ修正して、あれより悪くならないように教えてまいりますから。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。今日は行けそうです。今日はどういうシーンからですか？今日はトンネルのトップシーンですね。この間の歩いてくる。そう。これは晴れすぎじゃないですか、照明的に。いえ、だからもう日が落ちるまで。トンネルの中の歩きいっぺん真っ暗って変ですけど、一応暗く狙って向こうへ出たらもう夜っていう設定に変えましたから、向こうから抜けたらもう夜だったな。トンネル入るところと出たところの違いを出すのが
また監督の狙いでいろいろとね、朝も注文があったんですよ。こういうことね、瞬時帰りますから、そのつもりしてない。もう出たところは夜でいいんじゃないかと。赤い電気で行く。その日で条件にも合わせていい条件で行こうって言われて。そう困った時に面白いアイデア出てくるのよね。なかなか大変です。そうね、まあ入ったところでね。こっちは向こうは夜だったっていう、こんなに見たら夜だったっていう方が夢らしいから。この距離感も出るしね。はい。でもこの時間はやっぱ4時過ぎの方がいいでしょう。日がない方がね。いやここはねもうこれじゃ明るすぎます。ね。はい。だけども対照的にはね少し向こうには残ってて、夕気っぽくして。はい。だからあそこはもう真っ暗です。だからもう20メートルちょっと離れたら真っ暗やね。そうですね。はい、準備しましょう。はい。じゃあスタンバイ。犬が暗闇からよしでやる。出てきたら待てかけてゆっくりやって。あんまり前すぎても俺の頭変わらないでよ。何よだよ。よし。待てをかける時間タイミングが取れないんだ僕。練習のうちになんとかなるよ。はい。よし待てだよ。待てね。待て。いやいいよ。犬につけてきて。そう。犬の決まり。犬だから。なるだけこの感覚は同じぐらいにして。ただ要するに歯をむき出して怒る怒ると犬の怒りっていうのはなかなか犬の感情だから出しにくいから。はい。よーい。パス。あの雪が良かったです。なんか寂しくて、もう少し溶けすぎたぐらいでもっとあった方が良かったんですけどね。まあそれとねそのフレキシビリティがあるっていうかねあんまりこれじゃなきゃ絶対ダメだっていうんじゃないんですよね。その条件ならこれがいいだろう。その条件だったらこういう生き方もあるっていうのはたくさんありますよね。伊藤さん。第三小隊の回り前へ手前は敬礼する？そのままで。いきなり。じゃあ回り右の前は敬礼しないで。しなくて構わない。でこう漏れかけちゃって見送ってって自分その時に自分の気持ちがガーッと高揚してきて
ほんでこう見送ってラッパが聞こえてくるでしょ、でラッパが聞こえた時にガクッと来ちゃいたいんで、そうしますから。はい、本番いきます。静かに静かに。よーいスタート。中大将殿、自分は本当に戦死したのでありますか？初代中隊長殿に敬礼。さあどうですか？トンネルなんておそらく世界記録だけど16分でしょ。16分ワンカットっていうのはね、まあウィルマは10分しかないわけですからね、間に開けなきゃなんないから、あれ兵隊がこう出てくるでしょ。兵隊の後ろにこう背能にライトがついてるんですよね。後ろの連中の目を光らすためにね。でそれが回れ右しなきゃなんないから当然そこでは切らなきゃなんないけど、でそこでストップっつってその間兵隊微動だもしなくて正面が全部飛んでそのライトを外して、それからマガジン変えて、でこうすごい速さで変えますけどね、それでスタートってまた始めたわけだけどね。よーいスタート。前右前へ進め。だんだんねこうあれが労働がかかってくるわけね、心理的にも。でそれでギューッと気持ちが締め付けられていくんですよ。だんだんこう盛り上がって気持ちが盛り上がっていくわけでしょ。でそのためにねカットしちゃったらね感じは出ないんですよね。つかめないし。なるほど。キャメラが回る前にリハーサルの時間をたっぷりお取りになるということは日本映画の伝統的な歴史の中ではあったんですか？まあ溝口さんなんかそうですよね。でその溝口さんがアンゲロプロスに発展してるわけでしょ。その溝口さんをあの人は学んだわけだから。だから溝口さんからそういう点は実に学びましたよね。
本当はねもう一つこれは本当はやりたかったんだけどやらなかったんだけど、興福寺のね阿修羅が表で歩いて出てくる話なんですよ。みんなびっくりしてんで阿修羅が出てくるから興福寺の門からで大仏殿のこっちの池のほとりに立ってこう手でなんかこうやるんですよ、印結んで。そうするとねこう金閣寺だとかね清水寺だとかなんとか奈良へ飛んでくるんです竜巻で。でこう顔が3つあるでしょ、あれ阿修羅って。それがその3人がこう勝手なこと喋ってんだけどさ、あんまり乱暴するなよなんて言ってんだけどいやこのぐらいのことしやっていいんだっつってさ、あいつら勘弁ならないっつってさでその後をつけていくと最後にさせっかくあそこから出てきたんだからちょっと三笠山で月見でも見ようかって言ってで三笠山じゃないあれ若草山でほんでこうわっとずっと向こうからお月さんがバンと上がるっていう夢なんだけどね。ただそのね京都の寺の問題がね世界的な問題じゃないでしょ。だからそれもちょっと問題だったしね、本当はやってみたかったんですよ。だから本書いてる時でも例えばこれは自分が想像してる人間だけどさ、これがね言うこと聞かなくなるんですよ本当は。これはこうしようと、このシーンはこうなるんだっつってもね、そいつらがある存在感を持つとみんな勝手なこと言い出すからね、自分が思ってるようには話は進まないわけね。それがあるリアリティなんですよね。だからシナリオを書く場合に箱書きっていうのをやるでしょ大抵。こんなバカなことないって僕は言うんですよ。神様じゃないんだから最初からおしまいまで見通すわけがないじゃないかと。だから僕の本の書き方っていうのはフェードインって書いて最初のシーンをこう書いてそれからずっと自然にやっていくわけですよね。で全体はね大体こうはなるだろうっていうようなものは漠然とはあるけどさ、それをああいう具合に箱書きでここでこうなってこうなってこうなるっていうあんなことはね嘘ですよ。例えばその中で例えば会話があってね、会話が変に何ってなことになるかもしれない。でバカ野郎っつったら喧嘩になるかもしれない。だから一寸先は闇ですよね。シナリオをたくさんの方で共作なさってらっしゃるっていうこともそういう。それはね一面的にしか僕だとあんまり見えないわけね。いろんな角度から見るわけですよ、いろんな人が見てると。それを全部取り入れていくわけね。隠し撮りでの3悪人の時に黒沢さんが絶対に逃げられないシチュエーションを作って、他の方がそれをどうやれば通過するかというふうな書き方をなさったというのもそういう。あれはあそこの関所を通る時にねどうしても通れない。でこういうそれはダメなんだよって、これはダメなんだって、それはダメなんだって、そんなこと言ったらいやそれでも通るんだよって言ってあれは何日かかったかなってずっとみんな考えてたら小国が何日目かに取れるっていうらしいんですよね。そしたら一番やらないことをやったわけよね、主人公が。いきなりこう金を仕込んだ滝をこう抜き出してね、そうですね、これ見つけたっつって、関所の役人が見て大騒ぎになるでしょ、それ返してくれって言って返してってくれよって言ってうるさい出てけって言って出てきちゃうんだけどさ、あれはね小国はね小国なんですよね。なるほど。でもそういうのね我慢してりゃねなんとかなるんですよね。知らないの？発電所が爆発したんだよ、原子力の。それ遅いね。こう遅いとね。爆発したんだよ。あんた知らないの？
ごめんなさい。あんた知らないの？発電所が爆発したんだよ、原子力の。発電所それで少しもみんな乗り出して、それで逃げた。そんなことなかったよ。だけどね、逃げなきゃしょうがない。他にどうしようもないだろ。向こうへ行けないね。人がいっぱい来てるから。あ、ここギリギリ。ぎょっとするわけよ。でも逃げ始めたら下の子抱いちゃっていいです。で家族さんみんな来て、この中からも少しこっちへ来る人がいていいわけね。こういうのもこう入ってきて、こういうところで止まって振り返るとかさね。だからここで休んでた連中がの2つか3つのグループはこう群衆怖くなって群衆の動きに来るとその後あん中入ったんですよね。それの大体第一段階だよね。これ今日渡すからさ、みんな研究して。だから2番目の時にはこう歩いてる連中がみんな止まるわね。止まってこっちの方をわっとみんな向こう見るよ。で向こうの道の連中も見る。それから休んでたやつが立ち上がったりさ、ある連中はこう立ってた連中がこう向こうへ少し行ったりさ、3度目はその状態からその一斉にこうわーっとこっちへ行きたいな、そういう動きなの。だからできるだけそのよく内容の分かってる人はさ、そのスタッフでもさ少し入ってもらうね。カモちゃんも出てくるよ。赤いジャンパー脱いでるよ。年寄りなら入る。自転車とかバイクとかも何台かあっていいですね。流れの中に入ってて。自転車が30台のバイクが10台。バイクが10台って言ったらいっぱいになっちゃう。自転車なんかも荷物大体ワゴンあれは漢字だからね、ワゴン。溜まっちゃう。ガードレールにほとんど隠れちゃうんだけどさ。いやあそこの向こうのガードレールがこの辺だと同じように行っちゃうとずっとダメちゃう。土手の方からこっちに向かってくるという、それがこっちにザーッと来たりさ、またあそこ行くやつがいたり、中へ入ってもっと中、もう少し奥、中へ入ってごらん。フレームインもっと、それをもうちょっと引いて、自分が立ってるところまでそっちの方を回る感じね。もう混乱してていいよ。ぶつかり合ってあってやったりするんで。そこでそのぐらい上がっちゃう。これでかなり人で埋まると思いますけどね。であとはさ、目安になるから荷物をさ、なんか散らかして。今さんが具合悪いんだよな。できればね、今日帰りたいって言ってるから、送ってやんないと。熱はね、あの人熱に弱いからね、悲しくなっちゃってるから、奥方のところに連れてかないと。男の友達ってのはね、仲が良くてもきっと喧嘩してるよね、どっかのね、方は。本当だったのに喧嘩もしたことないんだよね、仲が良くてもね。それは僕はおとなしいんだからね。僕は随分腹の立つことしたと思うけどさ、猪野さんだから黙ってたんだと思うんですよ、それは。だけども B 班っていうのはよく頼むでしょ。これもう言った通りにもう実に忠実に取ってくれるんですよ。だからなんかの時にね、影武者なんかでも僕は肺炎みたいになっちゃって動けない、猪野さんあそこやってくれっつっても安心してられるわけね。そういう人はなかなかいないからね。どこ？ここはカメラが変わってからのいうことないか？はい、一丁目になったね。これ楽だから。昔はね、いろんな形から塗られてね、遊んだもんだよ。この形変えたりね。ここで行ったら50って入れると思う。こっち
のね。ここはみんな合作で個性が出ていいってここは最高やよ。随分おっとりしてるね。バーって来たんだよ。お手伝いも。そう。こっちに旗を大きく巻いて。すごい爆発して。原子雲、黒い煙、赤い火。見えながら笑わないでください。楽しいけども笑わない。お芝居だから。ほとんど絶望的な状況だから。ボン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 置いて爆発するとした設定で全員が逃げ帰ってくる。これで。まだかな。そこからまだ。これでこうやってカメラこうやっても。もちゃくちゃがそこバーンと。だから2人かな。もう10時ぐらいだったらもう下ぐじぐじになるよ。カメラが来るとな。So this one's 30 years old and this one's 50 years old. Shoot the shot Vista Vision, which is a negative size twice the size of normal. Runs sideways so we can get the larger size on the same film stock. By the time we go through all the different optical processes, we have to start with a larger negative to maintain the same quality, the same look as the shots done in portrait. Here we just start here with the shot without any effects. We go back to Lucasfilm. 動物的に逃げ回ります。ほら、いいよ、行くわな、右だって。こういうとこもね、そういうの見えてきますね。そこが爆発してる。ここでね、雲同士で戦争するんですよ。だからここのところ雲の戦場って呼ばれてるんですよ。でね、そういう時のある日ね、こういうことが起こったの。うちにいてさ、噴火始めたんじゃないかと思って。だからこういう具合にね、こう吹き上げたのよ。で、これがこっちの雲がこっちへずっと押して、こっちの雲が力が勝つと晴れる。それはただの雲だったんですけどね。小泉さんまだ揃わないんでしょ。It'd be nice, huh? Because then when you guys. あ、そうか。ここでね、あそこのとこ行ったらこう撮ろうかね。この設定は富士山の後ろで大爆発が起こってる、聞いてると思いますけども。じゃあ一分動いていきます。皆さんよろしく。はい、動いて。こっち来て、ずっとこっちは見てる近く。カット、手前が、はい、カット。手前の人。それとね、避難してるんですからね、みんなもう少し急ぎやして、ピクニックしてるわけじゃないから、みんな慌てて逃げてるわけですからね、全速力で走ってください。頑張って。返事くれ。はい、行こう。歯を見せるな、歯を。よーい、スタート。早いんだよ。もうちょっと調子が出てから、全部の調子が出てから逃げてよ。早すぎたんだ。何をなんだか分かんない。
逃げるの早いんだよ、3人。向こう側まだ完全に動いてないうちに逃げちゃったから、しばらく待ってて。はい、頑張ってくれよ。向こうに行かん。オッケー。ヨネちゃん手前頼むよ。広かんので避けるよ。はい。はい、じゃあ本番いきますよ。頑張ってください。よーい、スタート。ゆっくり止まってください。OK。皆さんありがとう。皆さんご苦労様でした。どうもありがとう。Yes, very good. Look very nice. すごい興奮しちゃった。1分前です。1時間。一番最初のテストは1時間。こういうの撮らせると早いんだ。それ言います。カメラマンがあぶれて怒られる。Thank you. 一番後ろもっと後ろ伸ばしましょう。大変だよ。発電所が爆発したんだよ、原子力の。発電所の原子は3つある。爆発起こした。会社さん一度ですか。どうですか。はい、オッケー。方向もいいですね。方向もオッケー。はい、本番いくよ。よーい、スタート。あんた知らないの？寺君すぐ出てきてくれないと
たって言ったら立ち止まって富士山の方を見る。みんな分かった？僕の声が一番よく聞こえるって言うんだよね、向こうの方にいて。で猪野さんの声がまたよく聞こえるって、これね訓練なんですよ、昔の助監督のね。その当時これはなかったでしょ。今はもうこれでやってるからね、あれじゃダメなのよ本当は。いろんな意味で便利になりすぎてよくないんですね。電気通しちゃうとね、生の声じゃないとね。はい、本番いくよ。よーい。マイナス。スタート。見た。見た。逃げた。逃げた。日本が逃げ場所はないよ。そんなこと分かってるよ。逃げたってしょうがない。でもね、逃げなきゃしょうがない。いやー、しょうがないじゃないか。ガット。オッケー。オッケー。はい、オッケー。オッケー。はい、上のカット OK です。ちょっと今、はい、ゆっくり戻ってください。偉いな。さゆりちゃんやったね。やったね、さゆりちゃん。ヤッピー。ヤッピー。次の季節でひょっとして舐めますわね。ピー、一度、解体すると。これまでだよ。でもどうしたんだろう。あの大勢の人たちはどこ行ったんだ。みんなどこに逃げたんだ。みんなこの海の底さ。あれはイルカだよ。イルカも逃げてるのさ。イルカはいいね。泳げるからね。どっちみち同じことさ。放射能に追いつかれるのは時間の問題だよ。来たよ。あの赤いのはプルトニウム239。あれを吸い込むと1000万分の1グラムでもがんになる。黄色いのはストロンチウム90。あれが体の中に入ると骨髄にたまり白血病になる。
紫色のはセシウム137、生殖腺に集まり遺伝子が突然変異を起こす。つまりどんな子供が生まれるか分からない。しかしまったく人間はアホだ。放射能は目に見えないから危険だと言って放射性物質の着色技術を開発したってどうにもならない。知らずに殺されるか知ってて殺されるか、それだけだ。死神に名刺もらったってどうしようもない。じゃあお先に。君、松様へ。放射能で即死することはないって言うじゃないか。なんとか。なんともならないよ。ぐじぐじ殺されるより一思いに死ぬ方がいいよ。そりゃ大人は十分生きたんだから死んだっていいよ。でもこの子たちはまだいくらも生きちゃいないんだよ。放射能に侵されて死ぬのを待ってるなんて生きてることにはならないよ。でもね、原発は安全だ。危険なのは操作のミスで、原発そのものに危険はない。絶対ミスは犯さないから。問題はないって抜かしたやつら許せない。あいつらみんな縛り首にしなくちゃ死んだって死にきれないよ。大丈夫、それは放射能がちゃんとやってくれますよ。すいません、僕もその縛り首の仲間の一人でした。僕はもうとにかく回せるんだったら最初からおしまいまでワンカットで回しちゃいたいぐらいのもんですね。それでその3本フィルムがこうつまりスタートが同じで並んでますね。でその3本を乗り移る時は全くコマの間を抜かないで全く平行ですか？だからこうやってこうやってこうやってこう見ててここからここの次って言ってこう渡すわけ。こういう具合に乗り移ってるわけですけどね、まあたまにはなんかここは飛ばすっていうところもありますけどね、効果的にね、今回編集部と一度だけつまりやり合ったと、並行して並んでないんじゃないかと黒沢さんがおっしゃったら編集部は「いやこれはもう間違えてません」と。なんかこう人間のポジションがこうポンと飛んで見えたので違うと思ったけれども、それは釣ったのは正しかった。でむしろそういうそのズレを今度の映画には演出を使ってみようと思ってるというふうにおっしゃってたのが記憶にあるんですが、もうポジションによってはね、なんか飛んだように感じるとこもありますけどね、時々ねその例えばこっちのカメラも移動したりするとね、僕が行ってたとこじゃなくて撮ってるとこがあるんですよね。そのタイミングが遅れちゃって、だからそういう時は僕はあれってそんでこう違うんじゃないかってああいうことになっちゃうんだけどね、そうすると現場で3キャメラが回っている最中に黒沢さんは頭の中では編集をされながら現場をご覧になってます。大体こうなってるとは思いますけどね、3台例えば移動車に乗ってるとそれがこういろんな具合に動いてるのがこう頭の中にはこう入ってるんですよね。でこう全部こうなんか見えてるわけね。例えば大変分かりやすく言うと、3人のうちがいろいろやってるとその次は一体誰の顔が見たいかっていうことですよね。お客が誰の顔を見たいかっていうことですね。でね僕今なんとなくこうじゃないかなと思うのはね、その映画がこうっていうのはなんていうんだろうな、映画がここに住んでると思われるところはね、むしろその
例えばあるシークエンスがあってその次のシークエンスに移るそのつなぎ目、だからあるシーンと次のシーンとのつなぎ目、それからカットとカットのつなぎ目だと思うんですよ。このすごく専門的になるけど、そのこう微妙な呼吸とこうそこのこうぶつかってるここの切れ目なんだよね、表現してるの。その急にこう展開するでしょ、パッと、その展開の仕方がね、その一番いい例はね、その生きるでね、渡辺寛治がね働き出すでしょ、とパッと切れて、この映画の主人公が死んで何日ってポンとで、切れ目ですね、あれがあそこはね、その本でもってね、あそこから渡辺寛治がどんなに働いてるとこ書いてもね感動しないんですよ、でね、ここで真冬だけどあれ書いてたんだけど、みんなとこうやって先行かないと、どうしようってことになって何日間か考えてたんですよ。その時にふっと僕が思い出したのはね、山本さんにね、これが映画だよ黒さんっていうある本を見せられたわけ、それはね、ある数学者かな科学者かななんかの随筆なんですよ。でね、奥さんとね小石川の植物園行くんですよ。奥さんがねこう椎の実拾ってるのね、でこういうもう少女みたいになってでたもと入れてるんですよ。でそれ自分がこっちでタバコかしてねベンチに腰掛けてじっと見てる描写があって、ポッと一行を開けてね、この妻が死んでから何年って書いたんですよ。ここだよって言うんですよ、山さんが。映画っていうのはここなんだと。でそれをファッと思い出したんですよね、生きるの時に。ほんでこの映画の主人公が死んでから何日って言ってお通夜のシーンになったんですけどね、よくね僕育ててくれたプロデューサー森田真偽っていう人がいたんで、その人がよくここでねなんか一つファインプレーが欲しいなって言うんですよね。それは本当に映画的なファインプレーなんですよね。それは別にそこのとこ書いてるわけは要するにつなぎ目なんですよ。つなぎ目で一番なんかものがはっきり言えるわけですよね。夢という映画も最初のシナリオとつまり構成が随分入れ替わりましたですね、出来上がり。これも今おっしゃったそのつなぎ目のそうやってるうちにね、こういう具合にどういう具合になるか分かんないよって順番はって言ってたんだけども、だんだん具合に収まってきたんだよね、頭の中で。で最後にはもうあんまり考えることなくでああいう形になったんですよね。出来上がってみると初めからこういうふうにお考えになってたというふうに。だったと思うでしょ。やっせやっせやっせよやさやっせ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 急にやっせやっせやっせこの村は何という村ですか？名前なんかないよ。わしらはまだ村ってなんないよ。今日はお祭りがあるんですか？
人はみんなここに住んでるんですか？明かりはどうするんです？夜は暗くないですか？暗いのが夜だ。夜まで昼のように明るくては困る。私たちはできるだけ昔のように自然な暮らし方をしたいと思っているんだ。近頃の人間は自分たちも自然の一部だということを忘れている。自然は手の人間なのに、その自然を乱暴にいじくり回る。俺たちはもっといいものができると思っている。特に学者には頭はいいのかもしれないが、自然の深い心がさっぱりわからないものが多いのに困る。その連中は人間を幸せにするようなものを一生懸命発明して得意になる。随分でも映画の中で笑いねもうお作りになってますよね。そうですね。黒沢監督の作品の中でもね。そうですね。いつ頃からね監督の作品？七人の侍から。ああ。まず人間に一番大切なのはいい空気やきれいな水、それを作り出す木や草なのに、それは汚され放題、失われ放題。汚された空気や水は人間の心まで汚してしまう。じゃあ本番行こう。はい、太陽。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ところであなたはおいくつです？確かに100と3つさ。もう人間をやめてもいい年だが、あんた生きるのは苦しいとかなんとか言うけれど、それは人間の気取りでね、正直生きてるのはいいもんだよ。とても面白い。葬式のばあさんも99歳の大往生でな。ところでわしも葬式に出なならんので死刑囚に。実は死んだばあさんはわしの初恋の人でな。わしに失恋させて他のやつのところに嫁に行っちまったんだがね。
言ってるのはいいもんだ、とても面白いっていう、あれはね中学の頃聞いたんですよ。なんかこう伸びろあれをね伸びるって向こうではひろっこって言うんだけどね、秋田でそれこうお味噌でさ煮てさお酒飲みながらそれ食べてでね「明さん」っつってねこんな汚ねうちさ住んでさこんなもの食べて生きてたってね面白くねえと思うだろうけどもでも生きてるっつうのは面白いもんだって言ったんですよ。生きてるのはいいもんだよ。とても面白い。その時ねすごく僕感じたんだよね。その年寄りなんだけどさ実に粗末なもの食べてんだよね。美味しそうにさ一日働いてきてその親父の言ったことがねあそこでぴょこっと出てきたわけ。本当に長生きしてね80越すと本当にいい絵が描けるんじゃないかなと思うんですけどね、梅原さんなんかにとってもそうだったけど、鉄斎はやっぱり80歳になってから急にパーッと花が開いたみたいになってねびっくりするようなこう絵描き出したんですよね。こう鮮やかな色も綺麗なだから映画でも僕はそうだと思うんですけどね、だからやっぱりたくさん作らなきゃダメだね、作品っていうのはね。でたくさん作ってその作ってる中でいろんな経験積んでそれが積み重なって最後にパッと花が開くんじゃないかと思うんですけどね、そのために一つ一つをコツ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 作ることなんだけど、やっぱりみんな映画監督にしてもいい映画監督っていうのはたくさん作ってますよ、それは溝口さんにしてもそうだしね、小津さんにしてもそうだし、成瀬さんにしてもね大変な作品作ってますよね。でそれが一本一本作ってこう経験を積み重ねてこう進んでるわけでしょ。だからやっぱりある程度のものを作るっていうことは必要ないんじゃないですか。僕が一番考えてるのは自然にっていうことですね、いつでも、やりたいものたくさんあるんですよね、頭の中に。でもある時ねその時のこう世の中の情勢だとかね、なんかでもって育ってくるものがあるんですよ、それをごく自然にそれをやってるだけでね。一口にはどうして人間ってのは幸せになろうとしないのかなと、こうやりにえってね、苦しいところが起こったり悲しいところが起こってるでしょ、もう簡単に言えばね、そういうことをただ繰り返し言ってるみたいなもんですよね。親と思いましたのはね、スキャンダルと、天国と地獄の中ですかね、二度同じ言葉が出てくるんですよね。世の中というのは幸福な人間を不幸にして面白がるところがあると、つまりそういうことに対する怒りのようなもの、絶えずそうね、で人間が第一本当に幸福になろうとしてるように思えないんでね、わざと不幸になるような道ばっかり選んでるでしょ、なぜそういうことするのかなと思うんだけど、一番単純なことができないんだけどね、人間っていうのは。こんな夢を見たという題が最終的には夢にでは「アキラ・クロサワス・ドリームス」っていうドリームスを大きくしてね、で出すつもりらしいんですよ。でそうじゃなくて夢って言ってね、こんな夢を見たこんな夢を見た、漱石のね夢十夜みたいな同じだけど、その方がいいんじゃないかって言って、そういうぐらいに知っちゃったんですけどね。し
かし夢といえば、映画は全て夢でもあるわけですから、そういう意味では何か殿下の宝刀のような題をそのままお付けになったという、そうもうある意味では全ての作品がその監督の夢みたいなもんですけどね。そうですね。ただこれも日本人論的な意味で夢というと、何か正体がなくてふわふわしててね、ただうっとりしてるだけという、あるいは何かそうなんか日本でね、夢って言うとなんか甘っちょろいでしょ、だからそれが僕嫌だからね、最初はドリームスっていうのはあんまり言ったけど、向こうの人はそうじゃないんだよね。そうですね、ドリームスってむしろ正義とか、自分の意思がはっきり言えるという形で、力強い言葉ですよね、夢というのはね。その力強さということで言いますと、黒澤さんの映画はいわゆる男性的と言われてきていますし、確かに画面もダイナミックだし、モンタージュもダイナミックで、そういう力にあふれてるんですが、今回通して見てますと、非常にまた一方では女性的なリリシズムというんでしょうかね、優しさがこよなくあふれていて、僕はそれがとっても好きなんですけどね意外に黒澤映画の女性論って語られてないような気がするんですけれども、でも女が下手だってあんまり言われたからなんか女に自信がなくなっちゃうみたいなもんだけどね、そんなこといや、ジョン・フォードの女なんて見てごらんなさいよ、その通りですね。でもクレメンタインもあれでいいんでね、男にしてみれば、下手だと、つまり周りが言ったということは、日本における女というのはどちらかというとその性を描きますよね。それとね、いや例えばね、我が青春に悔いなしのね、原節子って、これは女じゃないっていうんですよ、評価は。とんでもないですね。だって女だってね、自我の強い女もいるしね、僕が割と描かない、僕は極端なんですよ、すごい女とね、あとはもう実に可憐で絵に描いたようなね、女の子か、その2種類しか描かないんだけどね、描けないんだけどさ、だけども日本ってあれは女じゃないって言うんだよね、これは女じゃないって男だっていうわけよ、原節子はね、そういえばね、日本の女っていうのは大体自我を表面に出さないように教育されてたわけですよね。しかし我が青春に悔いなしの冒頭からのね、例えば原節子さんの登場シーンにしても、あの人は確かに美女ではありますけれども、プロポーション自体はねそんなに美しく描かれたことはないですけれども、まず黒澤さんの登場ではふくらはぎがこう出てきたりね、実にたおやかな少女ですよね。僕はむしろもう本当に黒澤明という作家は本当に女性を描くことの類いまれなうまい作家だというふうにいや、そういうことよかもね、例えば原節子っていう人が、ね、みんなよく知らないんだよね、面白い人でね、もう代表もとっても面白い人だったんですよ、表面だけ見ていると全然違ってね、河野さんですか、彼の聖望をねポンポンとこう直してあげる仕草とかも、ああいうところなんて女そのものじゃないですかね。確かに白痴の演技のようなことになると、日本では日本の女性にはない姿ですから、そういうふうに見えるのかもしれませんけれども、で一方でとってもさっきおっしゃられた可憐な少女が一つの精神の美しさというんでしょうかね、処女性みたいなもので随分出てまいりますね。甘いですか。酔いどれ天使の久我義子にしても、スキャンダルの桂木陽子にしても、でも赤ひげのに来てる実などはもうこれは甘いなんてのは言わせない、とても素晴らしい処女性ですよね。そういえば可憐な少女といえば一番美しくという写真は本当に可憐な映画ですね。そうですか、もうほとんど忘れちゃった。そうですか、今見直して。あるけどビデオあるけど、女房が出てくるんであんまり見たくないんでそうですか、でも本当に皆さん素顔でね、生き生きとして本当にあれはね、女優さんですよね、全部やってるのね。それをね、全部いわゆる女優的なものを全部剥ぎ取っちゃったの、
でこう街の中ね鼓笛隊引っ張り回したりなんかしてさ、であの連中あれして写真が終わったらねこう優秀なのも随分いたんで全部結婚しちゃったんですよ、当たり前の女の子に帰っちゃったのね結局、全部結婚しちゃったんですよ。黒沢映画がヒューマニズムの映画だと言われるところはやはり素顔の人間を美しいと見るという、そうですよね。本当に正直に生きてる人間っていうのはある意味ではいろんな意味で美しいよね。どうもありがとう。うまくいきましたね。よかった。みんな来てくれないとうまくいかないよ。原田さん、本当にいらっしゃいました。僕はほとんど寝てました。寝てましたか。どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。みんなありがとう。どうも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 ありがとう。写真撮っていただきます。どうもありがとう。どうもありがとう。写真ができたら見に来てね。どうもありがとう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 。いや、もう今日はダメだと僕は諦めてたんだけども、撮れてよかったです。どうもありがとう。どうも。どうもありがとう。どうも。大沢さんが泣いてるね。夜どこですか。芝居一生懸命見てると俳優さんの今鬼が泣いてる顔になっちゃった。今入ってるのとダブらしますから。早く死んでしまいたいと思うほど痛む。見せてやろう。鬼が泣いてるところ。人間が鬼になる。
人間が降りる。全部今までこれから言うことが全部、それでパーンと日照り雨の門に行きましょう。映画は好きですか？はい。映画は好きですか？普通です。映画より好きなものある？テレビと違ってすごく緊張します。黒沢監督の映画って見たことある？ランを少し見たことあるんですけど、難しくて、途中で。そう。はい、すいません。黒沢さんの作品は何かご覧になってますか？ランとかね。どう思われます？迫力ありますね。ランを見ました。ランね。7人の侍とか昔の映画は知らない。テレビで見たことありますけど、すごいだからセットとか先にそっちに感動しちゃって。Yeah, I saw Kagemushi. Yeah, Kagemushi. In Japan or in? No, in Germany. Yeah, I had problems to understand it, but I liked it very, very much. I like especially his costumes and his choreographic things he's doing. Yeah. 昨日テレビでやってたんで。何やってました？なんかなんていうんだろう。どんなのでした？なんかすごい昔のやつ。時代劇みたいな。すごい昔のみたいだったんで、すごいと思いました。そう。はい。蜘蛛の巣をご存知？蜘蛛の巣城、はい。それなら7人の侍だ。はい。そして去年だとこの前さ、グランプリが取ったでしょ。ランっていう。ラン。あれにもお出になったんですか？常連なんですね。素晴らしく優しく温かく芝居もあれですけど見守ってくださる方でしたね。すごくいつもニコニコねいろんなお話してくださったし、その話がすごいもう歴史、日本の映画界の歴史も世界の映画界の歴史ももう一冊の本読むよりはもっと面白いような話が聞けて楽しかったです。なんといっても、この間数日前にお誕生日を迎えたばかりで、実際には大変なご高齢なわけですけども、こうして大勢の人たちを力ずくで引っ張ってらっしゃるってことは桁外れな力がおありだからだと思うんですよね。でもそれを支えているのは多分健康でしょうから、ぜひぜひ健単化のままでいらしてほしいと思います。よっぽど読まさないとわからないんだよね。で本田さんっていうのはすごくお話を聞いてるとすごい科学的な人ですごい私はお月様みたいな印象があって、で黒沢監督っていうのはこうすごく地球的っていうか、なんかユニバースの愛を持ったような人のように感じて、で太陽みたいな人だなってすごく思ったんです、で